こんにちは、シャチパンです。今回は大手5社のパワー型コードレス掃除機について調べてきました。長尺となってしまいましたが、この動画1本に全ての情報をまとめてきましたので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。それではやっていきましょう。具体的な話をする前に、コードレス掃除機の現状について簡単に触れておきます。掃除機の種類は大きく分けて3つあります。1つ目は本体に車輪がついていて、コンセントから電源を取るタイプの多いキャニスター型です。吸引力は優れていますが、コードの差し替えが必要であったり、本体を引っ張りながら掃除するため、取り回しが悪いことがデメリットです。2つ目はコードレスのスティック型です。キャニスター型の特徴とは逆で、吸引力は及びませんが、ヘッドの構造によって実用的なレベルまで引き上げています。それから小さな部屋や障害物の多い場所でも小回りが利き、取り回しが良いです。気になったところがあればさっと掃除できる手軽さから人気の商品です。3つ目はロボット掃除機です。吸引力は最も弱いですが、留守中にも使えるため、掃除の負担を減らすことができます。最近ではロボット掃除機をメインに使いながら、気になったところはコードレス掃除機を使うという運用も流行っています。今回ご紹介しますのはこのコードレス掃除機となります。なお、事前に普段掃除でメインに使っているものはという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、コードレス掃除機が過半数を占め人気でした。これはある程度は予想できたものでしたが、個人的にはロボット掃除機がキャニスター型に迫る勢いなのが驚きました。ロボット掃除機もどんどん普及していってるんですね。さて、話を戻して、このコードレス掃除機も実は2つに分類されます。それは軽さを重視した軽量タイプと、吸引力を重視したパワータイプです。軽量タイプは少し前まで国内メーカーで言えばマキタくらいしかありませんでしたが、今やたくさんのメーカーが参入しており、選択肢が増えています。一方、パワータイプもダイソンくらいしか選択肢がありませんでしたが、他のメーカーも徐々に追いつきつつあり、こちらも選択肢が増えています。選び方としては、フローリングや畳だけということであれば軽量タイプ、絨毯やカーペットまでしっかり対応したいとなるとパワータイプを選ぶのが良いかと思います。今回はこのパワータイプのコードレス掃除機について比較していきます。また、この手の掃除機でよくあるのがサイクロン式で、竜巻のような風の遠心力で空気とゴミを分離させています。このサイクロンは一段構造のものと多段構造のものがあります。一段構造のものは髪の毛など大きなゴミしか旋回気流で遠心分離できず、微細なパウダー状のホコリなどはこのトゲトゲしたプリーツフィルターでキャッチします。そのため使用しているとフィルターが詰まってきてしまい、メンテを怠れば吸引力が低下します。一方、多段構造のものは2段目で微細なホコリも遠心分離できます。これはサイクロンの遠心分離性能が実質気筒の半径が小さい方が有利で、2段目に小型の気筒を持ってきているからです。多段構成のものはプリーツフィルターがなく、一段構成のものより吸引力維持やメンテ頻度が優れている特徴がありますが、その分重くなりがちです。フィルターがないことからフィルターレスと呼ばれていますが、実際には排気用のフィルターなどはありますので、全くフィルターがないというわけではありません。多段構成で最も有名なのはダイソンで、パナソニックや東芝の上位モデルもこの構成をとっています。シャープ、日立、三菱電機は一段構成です。大きな違いがあるので覚えておいても良いでしょう。それでは前置きが長くなってしまいましたが、今回はパワー型コードレス掃除機についてご紹介します。
それでは早速大手5社、シャープ、日立、シャーク、パナソニック、ダイソンの比較をしていきましょう。なお、事前に現時点でコードレス掃除機を購入するとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ダイソンが圧倒的で、次いで日立、パナソニックと続きシャークでした。ダイソンはやはりこの分野では絶対王者で、それを追いかけるその他のメーカーという構図でしょうか。これらのメーカー以外ではマキタ、三菱電機、エレクトロラックス、東芝など非常に多くのメーカーがコメントに寄せられていました。さて、話を戻して今回は上位機種を基準に各社の2キロ程度までの実用的なパワーモデルの特徴を解説していきます。まずは重さです。個人差がありますが、一般的に2キロ程度までであれば取り回しがしやすいと言われています。各社のモデルも簡単に触れながらご紹介していきます。シャープは今回紹介するパワーモデルの中では日立と同じく 1.7 キロと最軽量クラスです。スイッチ上部にある LED で残りの運転時間を確認しながら掃除ができます。それから専用のスタンド台が付属、すっきり収納できます。またいろんな場所にさっと立てかけておけるちょい掛けフックを搭載しています。日立のパワーモデルはパワーブーストサイクロンといい 1.7 キロと軽いです。付属品が豊富で狭い隙間を奥まで掃除できる伸縮隙間用吸い口や高いところも届くスマートホースなど使い分けることができます。それからシャープ同様専用スタンドが付属してきます。シャークは日本市場に2018年から参入したアメリカ・ボストンに本社を置く電機メーカーです。ここ数年で日本での知名度も上がり、知らない人も少なくなってきた印象です。アメリカでの掃除機シェアはあのダイソンを抜きナンバーワンとなり、日本でも話題となりました。家具下の狭い場所もパイプを曲げて立ったまま掃除できるフレックス機能がついてきます。なお、今回ご紹介する掃除機では唯一サイクロン機構を持たないモーター吸引の普通の掃除機となります。パナソニックのパワーモデルは 1.8 キロと2キロモデルです。サイクロン機構が2段構造なのでゴミの分離性能が高く、原理的に吸引力の持続に強みがあります。モデルの違いはヘッドのブラシと付属品です。2キロの上位モデルは同社で人気の高い毛の絡みづらいブラシの採用となります。スタンドはなく、壁に穴を開けて取り付けるタイプのちょい掛けフックがついてきます。ダイソンは言わずと知れたイギリスのメーカーで、サイクロン掃除機を初めて開発・製造した会社として有名です。今後、コードレス掃除機以外の掃除機は開発しないと宣言しているほど、コードレス掃除機に力を入れています。ラインナップは過去モデルも限定モデルとして販売することも多く、機種が多く見えてしまいますが、公式ホームページで現行品扱いのものに絞れば、今回の条件に合うものは2つしかありません。1.9 キロのデジタルスリムというモデルと 2.2 キロの V12 ディテクトスリムというモデルです。2.2 キロモデルは 1.9 キロモデルの吸引力の 1.5 倍でよりパワフルです。その他の大きな違いは、電源が 1.9 キロモデルではトリガー式ですが、2.2 キロモデルではボタン式となっていることです。トリガー式は電源オンオフが簡単ですが、掃除中引きっぱなしにする必要があるので疲れるという意見があります。一方、ボタン式は押せばいいだけですが、ボタン配置的に片手でオンオフできなくなり、一長一短です。ここらは好みによるところが大きいでしょう。上部に液晶ディスプレイが搭載されていて、1.9 キロモデルであれば現在の吸引モードや
残り運転時間が秒単位で表示され、2.2 キロモデルであれば残りの運転時間に加え、リアルタイムでゴミを分析し、ゴミのサイズや量を確認しながら掃除できます。純正スタンドは2種あり、片方は壁に穴を開けるタイプなので、気になる方は事前に確認すると良いでしょう。続いて運転時間です。運転時間は各社自動運転や弱運転など表記は違いますが、いわゆる標準・強モードの時間を記しています。各社パワーモデルとなると40分を超えてくるモデルもあります。この中ではダイソンの 1.9 キロモデルが30分を切りますが、エコモードがあるので、これを使うことで運転時間を延ばすことができます。口コミを見る限り、エコモードが使い物にならないということはなさそうです。なお、シャークはバッテリーが2個ついてきますが、この運転時間はその2個を連続使用した場合のスペックです。1個使用の場合はこの半分になります。掃除する部屋の広さにもよりますが、普段どれくらい掃除の時間をかけているかで選択しても良いかと思います。続いてバッテリー着脱と充電時間です。バッテリーは消耗品なので、使い続けていくに従い運転時間が減っていきます。着脱が可能であれば修理扱いとならず、バッテリーを買い直すだけで問題が解決します。今回比較している各社のモデルですと、軽量モデルとは違い、すべてのメーカーでバッテリー着脱が可能で、単体購入もできます。ちなみにパナソニックを除くメーカーはドライバーを用いることなく簡単に交換できるので、予備バッテリーを持つことで運転時間を延ばすことができます。またバッテリーが単体で充電が可能ならば、掃除している間にも充電しておくことができます。この中ではシャープ、シャーク、ダイソンが該当しますので、20○という評価にしました。ご自身の使いたい環境に合わせて選択するのが良いでしょう。充電時間は3時間や 3.5 時間が多い中、シャープと日立が優れています。ただ3時間程度であれば、よほど高頻度で掃除しない限り、個人的には問題なく感じます。次にヘッドです。ヘッドは非力なコードレス掃除機の吸引力を実用的なレベルまで引き上げる重要な部品です。そのため各社力を入れている部分でもあります。シャープのヘッドはパワフルスリムヘッドです。従来のヘッドは風が分散し、吸塵力の低下の原因となっていました。パワフルスリムヘッドはブラシを高密度化することで、風の流れをブラシ下部へ集約し、吸塵力をアップしています。フローリングの溝に溜まったゴミもこのようにきっちり吸い込みます。また高密度の縮れたブラシを採用することで、ブラシの隙間を減らし、毛絡みを減らします。続いて日立のヘッドはパワフルスマートヘッドです。パワフルスマートヘッドは押すときはもちろん、引くときは後方のフラップが開いてゴミをしっかり吸い取ります。これにより押すときも引くときもきれいになり、ゴミの取り残しを減らします。また従来は髪の毛などがブラシの隙間に入り込むと絡まる原因になっていました。本ヘッドではブラシの先端をループ形状とすることで隙間に入りづらくしています。これにより髪の毛などが絡みづらくなります。これ以外にも緑色の LED ライトを採用することで、白色では見えづらかったゴミやホコリを見えやすくするゴミくっきりライトが好評でした。次にシャークです。シャークのヘッドはハイブリッドパワークリーンです。ソフトローラーとパワーフィンを組み合わせた構造です。あらゆる床に密着し、大きなゴミから細かいホコリまで一度で多くのゴミを取り除きます。また厄介な髪の毛なども絡みません。続いてパナソニックです。
パナソニックのヘッドは絡まないブラシです。絡まないブラシはブラシを2つに分割し円錐形状にし、毛先は密集させて髪の毛が入り込まない形状にしています。髪の毛をキャッチし中央へ移動させ吸引します。毛絡みは今でこそ各社対応してきていますが、いち早く対応したのはパナソニックであったこともあり、毛絡みには強いヘッドです。それ以外にもノズル前方部が薄く、ブラシが壁際近くまで届く構造も嬉しいポイントです。次にダイソンです。ダイソンのヘッドはソフトローラーです。ソフトローラークリーンヘッドは柔らかいナイロンフェルトで覆われており、大きなゴミから髪の毛などの長いゴミまでローラー部分の絡まり少なく吸引できます。それから静電気を抑えるカーボンファイバーブラシがフローリングの微細なホコリもしっかりキャッチします。ブラシが柔らかいのでフローリング、畳も傷つけず掃除ができますが、かき出す力は弱いためカーペットなどは苦手です。なお 2.2 キロモデルのみ毛足の長い絨毯用の専用ヘッドであるモーターバークリーナーヘッドがついてきます。硬いナイロンブラシが絨毯の奥まで入り込み、ホコリや毛をかき出し、カーボンファイバーブラシが静電気を抑え、繊維についたホコリを掃除します。ダイソン基準でこのモデルからが絨毯対応モデルということでしょう。なお、日立でもあった緑色鋼を使ったゴミの可視化は 2.2 キロモデルにもあります。ゴミが見えると好評でした。続いて特徴です。シャープの特徴はファンネルサイレンサーと呼ばれる静音設計です。モーターを覆う遮音カバーと防振材でモーター音を軽減するとともに、ファンネル形状の遮音カバーで排気音も軽減します。国内掃除機で初めてイギリスの騒音防止団体よりクワイエットマークを取得しており、掃除機の動作音が苦手な方は一度試してみても良いかもしれませんね。どうでもいい話ですが、ファンネルって聞くとネオジオン軍のキュベレーを思い出します。ファンネルはもともとロートという意味だったのですが、形状が似ていたためそのような名称で呼ばれたらしいです。これでまた一つ賢くなりました。続いて日立です。特徴はパワフル 3D ファンモーターです。昨年モデルでもファンとモーターの改良で風量を 15% 上げてきましたが、今年はそれをブラッシュアップさせ、小型・軽量を維持したまま空気を吸い込む力を 20% 高めました。吸引力は掃除機にとってあるに越したことはないので、順当な進化と言えるのではないでしょうか。次にシャークです。特徴は IQ センサーです。今年から新搭載されたゴミ検知センサーがゴミの量に応じて吸引力とブラシの回転スピードを自動調整します。3種の色の変化でゴミの量をお知らせ、目に見えないゴミも検知してくれるのでゴミの取り残しを防ぎます。続いてパナソニックです。特徴はフィルターレスです。サイクロンの2段構造により実現しています。冒頭にも少し触れましたが、これによりゴミの分離性能が高められ、一段構造では必要であったプリーツフィルターを不要としています。フィルターレス構造はその分離性能の高さから吸引力が低下しづらく、メンテナンスの頻度も減らすことができることが特徴ですが、実際にはプレフィルターはありますので、全くフィルターがないということではありません。ダイソンと違い、サイクロン部も水洗いできる点は嬉しいポイントです。続いてダイソンです。ダイソンの特徴もフィルターレスです。フィルターレスはパナソニックと同じくサイクロン多段構成ですが、パナソニックは7つの気筒だったのに対し、こちらは11個の気筒で集塵力が高く、より吸引力持続が期待できるでしょう。ただしサイクロン部は原則水洗いができないので、いくら分離能力が高いとはいえ、粘性の高いゴミなどは吸い込まないようにした方が良いでしょう。
続いて集塵容積です。シャークとダイソンは非公開で分かりませんでしたが、口コミからは特に小さくて使い物にならないという声はありませんでした。ただしダイソンは見た目からも他社と同等の水準かと思われますが、シャークはスタイリッシュなデザインを維持するためか小さめに見えます。比較してみるとパナソニックがこの中でも小さめです。軽量モデルに近い水準なので気になる方は確認してみてください。ちなみに今回ご紹介している機種のダストカップはすべて水洗いが可能で好評でした。次に価格です。現在の参考価格も合わせて載せています。掃除機は発売時期がメーカーによってまちまちなので単純比較は難しいのですが、ダイソンが最も高く、その他のメーカーはだいたい同価格帯です。口コミでもダイソンは高いという声が上がっていました。続いて口コミです。シャープは軽いことによる取り回しの良さを褒める声がありました。それから予備バッテリーが好評でした。バッテリーの取り外しも簡単で単体で充電できるため、掃除している間にも充電できます。また少し前のモデルでは指摘の多かった集塵容積の小ささも本モデルで改善され、不満も解消されているように見えました。悪かった意見としては、強いてあげれば吸引力が弱いという声が一部にありました。これは各社そうですが、いくらパワータイプだとしてもキャニスター型の掃除機には遠く及びませんので、過度な期待は禁物です。次に日立です。アタッチメントが豊富で嬉しい、ゴミ圧縮が捨てやすくて良いという声がありました。それからゴミを可視化するゴミくっきりライトがゴミが見やすいと好評でした。全体的に好評な印象でしたが、悪かった意見としてはモーターやバッテリー周りが故障したという声が他社より少し多く感じました。続いてシャークです。ワンタッチでハンディタイプの掃除機になる手軽さが好評でした。また髪の毛の絡みも少なくて嬉しいという声がありました。一方悪かった意見としてはゴミ捨てがやりづらいという声がありました。ワンタッチで捨てられるのは好評なものの、構造上カップが隅々まで洗いづらい、静電気からなのかホコリがカップ内面に付着するという意見がありました。それから掃除機の音が少し大きい、グリップが太くて手の小さい方にとっては握りづらいという声が上がっていました。また上位モデルにはゴミの自動収集ドックがついているモデルがありますが、紙パックにたまるものではなく、ボックス内にそのままゴミがたまる仕組みです。紙パックではない分エコですが、定期的にボックスのお手入れが必要となります。ここは好みが分かれそうです。次にパナソニックです。髪の毛の絡みが少ないと好評でした。それからゴミセンサーが良いという声がありました。目に見えないゴミも検知してランプの色でお知らせします。またサイクロン多段構成によるフィルターレス構造が良いという声がありました。サイクロン部もダイソンと違い、水洗いできる点も差別化できています。一方悪かった意見としては、フィルターレスを謳いながらもプレフィルターと中央のネットフィルターは掃除する必要があります。ネットフィルターは他社と同じくブラッシングしなければならなく面倒という声がありました。どうしてもライバルのダイソンと比べられてしまう点ですが、ダイソンはゴミ捨ての際、中央のメッシュ部に付着したゴミはゴム製のスクレーパーでこそぎ落とすような構成になっています。それからゴミカップの容積が少し小さめなのが残念という声がありました。全然関係ない話ですが、シャチパンが今一番こそぎ落としたいものは脂肪です。続いてダイソンです。もはや説明不要かもしれませんが、フィルターレス構造による吸引力持続を褒める声が多かったです。特に 2.2 キロモデルは吸引力を褒める声も多かったように感じました。そ
それから日立同様 2.2 キロモデルのゴミ可視化機能を褒める声がありました。悪かった意見としては、まずは価格が抜き出て高すぎるという声が多数ありました。確かに掃除機に10万円は躊躇するレベルかと思います。それからゴミやホコリに触れずに簡単にゴミ捨てができますが、ホコリが散りやすく注意が必要です。取説でも袋に包んで捨てるイラストがありますので、袋の中で捨てることをお勧めします。それから粘性を帯びたゴミは苦手です。分解して小サイクロンを洗うことは自己責任なので、内部にゴミが付着してしまい、排気の匂いが気になることがあります。その場合はブロワーなどの風を内部に送ることでゴミが落ちてくることもあるようです。油分を含んだホコリや重毛を吸い込んで匂いが気になった方は一度試してみるのも手かと思います。最後に満足度です。これは現モデルから一つ前までのパワーモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計したデータからもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。全体的に少し動きがあったでしょうか。日立はほぼ横ばい、パナソニック、ダイソンは点数を上げ、シャークはわずかに点数を落としました。シャープのバッテリー周りや軽さの特徴は他社でも実現しつつあるので少し押され気味。シャークはダイソンを抜いたメーカーということで話題となりましたが、少し落ち着いてきたでしょうか。一方、パナソニックのフィルターレス掃除機は少し前まで重く、他社と比較しても大きく見劣りしていましたが、軽量化し実用レベルまで引き上げてきました。それが点数に表れています。今回の満足度はダイソンが最も高く、次いでパナソニックという順位でした。フィルターレス構造による吸引力持続が今注目されているのかは分かりませんが、この構成でダイソン以外の選択肢が増えるのは良いことだと思います。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。本動画はパワーモデルの比較でしたが、掃除機を選ぶにあたり注目するポイントは基本的に変わりません。もし他のメーカーや軽量モデルを検討したい場合でも、同じ項目を確認し、量販店などで最終確認をしていただければと思います。最終確認では吸引力に目が行きがちですが、重心位置、ヘッド操作、スティックの長さの3点も忘れず確認してみてください。重心位置はスペック値では軽くても、実際持ってみると結構違いがあり、重いと感じることがあります。ヘッドの操作はヘッドがぐにゃぐにゃ曲がり、思った方向に行かないこともあるようです。手首のスナップでこの画像のようなポジションは大体のメーカーで取れますので、操作具合は確認しておきたいところですね。スティックの長さはご自身の身長によっては長すぎたり短すぎてかがむ姿勢になってしまうこともあります。キャニスター型のように長さ調節が容易ではないので、確認しておきたいポイントです。いずれも掃除機を使うにあたり使いやすさに直結する部分ですので、注意しておいた方が良いでしょう。なお、猫砂など吸引できるか試したいものがある場合は、持ち込んで確認できるケースもありますので、店員と相談してみても良いでしょう。最後になりますが、本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。いやー、シャシパンもパワー型のコードレス掃除機で大掃除したいですね。ベイパンも大掃除したいか？それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね